今回のタイトルは、クジャク玉。素敵な球体レジンやでー。色温度を変えて撮影した2枚の写真。なかなかに風情がある。さて、それでは早速制作開始。今回は、ハンドメイドラボさんで購入したモールドを使用。ここで当チャンネルを初めて見た方向けに、少しだけ補足説明。レジン液は主に、パジコさんの星の雫を使用。着色料も、同じくパジコさんの、宝石の雫シリーズをよく使うよ。そして編集スタイルは結構独特で、図を使って説明したりするよ。その他もろもろは、チャンネルページや、概要欄を見てねー。というわけで補足説明終わり。このクリア半球は、後で使うので保管。次に、一つ目のラウンド型のキャンバスを作って、模様を描く。図で言うと、白い丸に僕の顔を描くところが今進めている工程で、後で二つ目のキャンバス、ピンク色の部分を作って、さらに装飾し、最終的に、第1と、第2のキャンバスを半球に沈める作戦やで。簡易図を利用して、作業イメージをお伝えできたところで、色作り開始。パールターコイズと、ライムグリーンを混ぜ合わせるで。この1色目の着色料を、便宜上、A液、と呼ぶ、この A液には、隠し味に、フェアリーダストパウダー、オーロラアクアを投入する。2色目は、パールスカイブルー。これは B 液と使用。さっきと同じ隠し味、オーロラアクアを入れて、混ぜ合わせる。3色目はレモンイエローと、ディープレッドを混ぜ合わせるで。隠し味は、フェアリーダストパウダー、オーロラピンクをチョイス。ちなみに使った隠し味は、100均の、キャン、ブーに売ってたらしい。このA液は、ご主人の好きなメロンソーダ。より明るい色やね。隠し味のキラキラ感が、とても伝わるいい色やと思うで。この B 液は、ブルーハワイカクテルのよう。うっとりー。最後に C 液は、ほのかな情熱を感じる温かい色。クールな色だけではなく、ホットな色も欲しいと思ったみたいよ。こんな感じで、割と明るいめの色を、下地に仕込みつつ、放射状に広げて、色を配置していくイメージ。次の工程では、いよいよ模様を描いていくでー。この、アイシングジェルホワイト、を用意して、色と色の縁に、ホワイトの線を引いていくで。このぎこちない線が、綺麗な模様に変わるところは、見ものやで。さらにここで、ジェルネイル、ブラックを追加する。ホワイトの線のすぐ隣に、ブラックの線を引く。そしてこの2本の線が、綺麗な模様になるように、筆を進める。まずはブラックから、ホワイトの方に、線を貫通させる。どうかな？ここからはさっきとは楽に。ホワイトから、ブラックに線を貫通させる。これで、第1のキャンバスに、模様を描く工程は完了。次に、第2のキャンバスの工程の前に、半球の底面へ、着色を行う。ここから少しだけ作業スピード、5倍速でお送りします。
モールドを回転させながら、側面にも、レジン液をなじませて硬化。5倍速区間終了。奥さんが底面の着色をしている間に、恒例の、次回作品の予告タイム。次回作品は、鉱石風ピアス。同じ形で、テイストの違う2種類のピアスを作ったらしい。右はとにかく輝いてるね。左は地層みたいな感じやねー。チャンネル登録して、動画投稿されるのを待っててくれると嬉しい。高評価やコメントも、励みになりますのでよろしくお願いします。さて、今の作業工程は、第2キャンバスを作っているところ。第1キャンバスより大きい、ラウンド型のモールドを使う。なので、こんな風に第1キャンバスをはめ込むことが可能。そしてレジン液を注いで、もちろん気泡に気をつけながら作業。ここがさっきの缶イズの、ピンク色の部分を表してるで。この、缶イズの僕の顔。超へんてこりんな顔で可愛い。ここで、フェアリーダストパウダー、オーロラピンクを使う。図の、第2キャンバスをピンク色にしたのは、これが理由なのよね。でも、色の濃度が全然違うな。まあいいか。とまあこんな感じで作業を進めて、でここに気泡が発生してるね。無事除去してこうか。次は、アイシングジェル、ホワイトの出番やで。これまた色と色の縁に沿って、線を引いていく。ちなみにこのアイシングジェルは、Amazon で購入したよ。今回の模様を描くのに、最適な素材やと思ったらしいで。そしてこれまた同じように、黒のジェルネイルを使ってるで。このジェルネイルは、色がにじまずしっかりとした線を引ける。試作段階では、100均のジェルネイルを使ってたらしいんやけど。どうにもこうにも線が滲んでしまって、うまく線が引けず。あれもダメ、これもダメ。で行き着いたのがこのジェルネイル。ちなみに、スーパーのコスメコーナーで、販売されてたものらしいで。さて、羽の模様が描けたら、レジン液でコーティングする。そして装飾を追加。乱切りホログラムを配置。光の加減でキラキラっと、光ってくれるはずやで。ちなみにこの乱切りホログラムは、キャン、ブーでゲットしたらしい。レジン液を注いで硬化。乱切りホログラムの位置を、確定させる。毎回動画を作ってて思うんやけど。作業工程がわかりやすいようにお届けしてるつもりなので。動画を見ながら、同じように作っている人がいたら、嬉しいなと思う。まあとりあえず、もっとたくさんの人に動画を見てもらえるように。いろいろ努力したいといけないよね。頑張ります。やば。喋っている間に、クジャク本体が完成間近やん。ブリオンを、頭の上に3つ配置して、クジャク本体は、ジェルネイルのブラックで描かれてるよ。あとは、レジン液を満タンまで注いで硬化する。微妙に、地層のように重ね上げて、模様を描いているので、
球体に仕上げた時に、少しは立体感も出ると思う。というわけで、この模様が描かれている、レジンのバリをカット。そして、先ほどの底面を着色した半球に、レジン液を注ぐ。ようやく簡易図の作業工程の、最終段階の、半球に、キャンバスを落とし込むところまで来たね。もちろん大きさの確認は済んでいるので、ぴったり合うはずやで。ここまでできたら、あとは半球同士を接着するだけやで。球体に仕上がった時に、内部に気泡があれば失敗。気泡が発生していなければ成功、というところなんやけど。奥さんも嘆いていたけど、とにかく失敗しまくってたのよね。球体レジンの闇というか、気泡発生は本当に悲しい。複雑な工程を重ねたのに、最終段階で水の泡ということも多々ある。それでも諦めずに、挑み続ける魅力が球体にはあるよね。さて作業工程を見ていこう。球体が出来上がったら、まずは大きいバリをカット。球体は本当にバリがすごい。ここからは半球と半球の、継ぎ目を削っていくで。その前にもう一度気泡チェック。大丈夫そうやね。そして久々に登場。ドレメルの高性能ルーター。まあ一瞬で削れますわな。あとは、削り粉を払って。アルコールウェットシートで軽く拭く。そして、球体の表面をレジンコーティングするんやけど、その前に、ヒートンキャップを、しっかり接着する。今年こそは、チャンネル登録者、1000人の壁を突破したい。継続して頑張るので、これからも応援よろしくね。この機会にぜひ、コメントやチャンネル登録をお願いします。こんな感じで輪ゴムで縛ると、めっちゃコーティングしやすい。準備ができたら、レジン液をたっぷりかける。ここからは常に、くるくる回しながら、作業していくのがコツ。筆や、爪楊枝を使いながら、余分なレジン液を落としていく。硬化する際も、くるくる回しながらを忘れずに。さて、作業工程もあと少しで終了、ということで今回は、クジャクをモチーフに、複雑な作業工程を、一つ一つ進めていって、繊細な羽模様を、表現した、素敵な球体レジンでした。この後の僕の、可愛い姿が見られるエンディングまで。最後の最後まで楽しんでいってね。それじゃまた、次回の作品で会いましょう。